どうも、ベトナム在住の浮津です。クランクケースの方ね、加工終わって取ってきたんで、エンジンの方、組み立てていきたいと思います。このクランクケースはね、どうも日本にあるやつと何かいろいろ違うのか、前にわからなくって困ってたんですけどね。もともとはここにワンウェイバルブがあったんですよ。で、それをするとね、こっち側に、12V 用のね、カムチェーンテンションなんかつけれないという、そういうのがあって、ここは塞いでもらったし、ここにね、オイルが通るための穴を開けてもらってるんですよ。こういうやり方がね、正しいのかどうかよくわかんないんですけど、ベトナムはね、こうやって対処してるみたいなんで、そのやり方でね、やっていきます。それで、ミッションですよね。今回ね、もう一式全部、程度のいいのに変えるんでね、今までの問題は、なくなると思います。今までの問題っていうのはね、これですね。ここが削れてるのと、ここにガタがあった件ですね。こいつはね、アッセンブリ交換しちゃいます。この裏側はやっぱりシリコングリスを塗っとくべきなんだろうね。こいつはね、一式入れちゃえばいいだけです。この向きかな。あ、オイル。違うじゃん。ずれてる。ばらけたか。ちょっと一回やり直そう。組んだ状態でスルッと入れるつもりがね、ちょっと苦戦しました。このミッションはね、この全部の部品をいっぺんに入れないとはまらないんですよ。それでこいつはもう用なしと。今回はね、エンジン編じゃなくって車体編なんで、あんまりね、エンジンのことを詳しくやるつもりはないんだけども、こいつだけ説明しておこうかな。これが 6V、ポイント転換のクランクで、こっちが 12V、CDI 転換のやつですね。基本的に下部はね、どっちでも、ボアとストローク、両方とも同じサイズなんですけども、コンロットの長さが違うんですよ。これが違ってね、こっちが6だから、これか。これが短い。で、こっちが長いんですけども、その分ピストンが逆でね、6V はこの上が長い。12V は下が短くって、こいつでね、帳尻を合わせてあるんですよ。これでね、上の高さが一緒になるようになってるんですね。で、そこで問題になるのが、ヘッドの形状が違うんですよ。こっちの 12V の方がね、これもいろんな形が年式によってあるみたいなんですが、平らに近いんで、クランクをね、入れ替えるときは、一式全部、ヘッドから全てを交換しちゃわないとね、合わなくなるということですね。それとあとは、6V はここが細いんでね、こんなアダプターをつけてこいつがつくようになってたと。なんで今回はね 12V のやつを全部一式入れていくんで、これで組んでいきます。ここもねもうちょっとビデオにはしないで組んでおきます。そう1個説明忘れてた
まあまあ日本にいる方には何の関係もないことですけど、いやうやうやと。ベトナムのピストンはね、精度が悪かったりいろいろあって、このディンプル加工をしてね、潤滑を良くさせてるんで、こっちもね、同じ加工、これも動画にしないでね、やっておきます。これはね、前にやってるんで、その時の、なんていうのかな、動画を、リンクの方にね、貼っておきます。概要欄か。はい。クランクケースの方ね、ミッション入れて組み終わりました。ちょっと一旦ね、動きの確認をしたいと思います。手でやってもね、うまく動かないことがよくあるんだけど、こっち向きに回るのかな。今が、これがニュートラルなんですよ。ニュートラルで、1足、1足、2足、3足。OK ですね。で、3からね、ニュートラルには戻れないタイプなんで、で、戻していくと。ね、ニュートラルです。動きはね、手で動かしただけだけども悪くなさそうですね。それで、こっち側だ。今回ね、最後の問題だった場所はこれですよね。カムチェーンテンショナー。なんだ、この中にもね、ワンウェイバルブがあったって言ってて、それは塞いでもらったんですよ。で、もともとこれ 12V のやつを入れてるんで、ここの下にね、ワンウェイバルブがあったんだけども、こっちにワンウェイバルブ、クランクケースにもあるっていうことで、それがね、どうも動きに問題が出てたみたいで、ここをね、塞いでたんですけど、これはね、元の塞いでないやつに変えて、入れていきます。ここにね、玉が映るのかな？ワンウェイバルブがあるんですよ。なんで今回はね、これを入れていけば、普通に動く問題なくなるということのはずなんですけどね。さあ、ちゃんと機能するか見ていきましょうかね。今はね、中にオイルが入ってないから、こうやって動いちゃうんですよ。で、これで、ここから、こっちでもいいのかな。よし。ね、オイルを入れてったら硬くなったんで、まだなんかちょっと動くけど、これに関しては多分ね、エンジン回しながら、オイルが注入されればちゃんとしっかり止まるんだと思います。なんでこいつもね、問題なしですね。じゃああとはね、もうビデオに回さないでエンジン組んだ、噛んだ。ビデオに回さないでエンジン組んでいきます。これね、エンジン全部組み立ててから動画撮るつもりだったんですけど、ちょっと問題起きてます。この蓋がね、はまらないんですよ。で、どこだドライバーは。ここか。いや、はめるときから硬いなと思っててね、無理やり締め込んでたんですけど、こいつがね、回らないんですよ。何かっていうとね、クラッチ押しちゃってるんですよね。12V のクランクがね、ちょっとおかしく、12V のクランクを入れて、クラッチの位置がおかしくなってるんだな。とりあえずね、一旦開けます。ね、やっぱりそうだ。緩めただけでね、浮いてきたんですよ。いや、違う。全部取らなきゃいけないじゃん。こいつを位置にしてるんだな、いつもな。よいしょ。こいつがな、高さが上がってるんだよね。
いや、微妙にね、ここの高さは高いなーって気はしてたんだけど、混ぜれたはずなんだけどねっていうか、だいたい違う種類の部品を混ぜちゃいけないんだけど、いやいや、どうしようかな。ちょっとね、今日これでやめにして、12V のカバーがね、どっかにあったはずなんで、それを探してね、そっちならつくのかとかね、いろいろ考えていきたいと思います。ちょっと中途半端ですけどね、今日はここまでです。それではまた。